ガヤさんには感謝。こんな動画を撮らせてくれと言って、こんなど素人の僕に託してくれたんだ。そうだろ。だからこそ綺麗にやってあげたい。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシロピーです。今回は首を痛めました。筋やりました。さっきね、ちょっと重い荷物を持って調子こいてね、重量上げみたいにこっから一気にそしたらもう筋やりました。年ですね。寒さも影響して筋やっちゃいましたが、そんなことではなく、ガヤさんが車をねぶつけられちゃったんですよね。すごいね破損したわけではないんですが、擦り傷みたいなのがあったりして、その辺を DIY でどこまで綺麗にできるのかなっていうのをやっていこうかなと思っております。で、最終的にガヤさんに見てもらって満足してもらえるレベルなのかどうかっていうところですね。で、あまりね塗装とかパテとかは使わずにやりたいなと思っていて、皆さんでもね真似できるような範囲でどこまで綺麗になるのかっていうところで、先ほどタッチアップペンを購入してきました。傷がねどのレベルなのっていうのも結構重要だと思うので、そちらをね先にお見せしたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。やばい、痛い。はい、そしたら外にやってきました。わかるかな、この距離で。リアバンパーのとこなんですが、この部分ですね。一番目立ってるのはこの部分。あとここもちょっと塗装剥がれてるね。これをどうするかと。で、若干中に入ってる感じあるね。押されてる感じあるけど、この辺はね正直どうにもなんないので、この辺をね全体的に目立たなくしていけたらいいなと思うんですが、こう見るともうベースカラーもちょっと出てるね。この辺、この部分ですね。こことこの黒い線みたいなのは磨けばなんとかなりそうで、この黒いこっちはもう塗装が剥がれて樹脂が見えてます。で、こっち側に関して言えばもうボディですね。鉄の部分が塗装が剥がれて見えているので、ちょっと錆止めも含めて色を入れてあげないと、放置してるとねちょっと錆が出てきちゃうので、この辺もなんとかしたいなといった感じ。全体的にはこの範囲ですね。はい、そしたら一旦ゴリゴリ磨いていきます。で、いきなしポリッシャー使っちゃいますね。もう DIY じゃないか、どうなんだろう。で、コンパウンドはもうゴリゴリいきたいので G オンのコンパウンドプラス1回使っていきます。これだけでも綺麗になりますよね。だから手磨きでも全然いきますよ。この辺ちょっと R 部分は、手磨きで押さえながらやった方がいいかもしれないけど。今さらっといきましたが、クリアは大丈夫そうだね。結構ね深そうだ。これでよしっていう人もいるよね。で、ここね一回多分補修してるんですよ。だからこの上側のちょっと膜圧測った時にかなりね分厚かったので、それなりにいけそうな気もするんだけどね。どうしましょうかって感じです。ガヤさん終わりましたみたいな。これでも全然良さそうなんで、結局この部分ですよね、問題点は。もう少し軽く撫でますかね。で、この R の部分、プレスラインですね。この部分はさらっといくぐらいだし、あとどちらかというとこの面ですね。面に当てながらちょっとずつ攻めていく感じでやっていかないと、ゴリゴリいった時に一気にここのクリアが飛んだりするので、ここは注意しながら、手磨きでもね注意しながら、こっちの面を磨きながらこっちを磨く。で、ちょっとずつ攻めていくような感じ。いきなりこのプレスラインに対してベタッと直角に行くと危険です。後ろから見た感じどうでしょうか。今さらっとルールバフとジオンのコンパウンドプラス粗めのコンパウンドを使って磨きました。これだけでもかなり綺麗になったと思います。だから意外にね、うわすごいやっちゃったって思っても、対象物相手側の塗料がついてたりしてすごい傷だらけに見えていて、磨くと意外に綺麗になるっていうケースもあるので、磨きは結構ね有効的だと思います。で、ここが気になるので、ここをどうするかっていうのと、あと、上側ですよね。こっちもどうするのかっていう感じですね。もうちょっとガヤさんはね多分ねこれでだいぶ満足してくれると思うんですよね。で、近くで見るとこんな感じ。こ
この辺どうすりゃいいの？一旦錆止めするしかないよね。あとここは、こう見えて2センチぐらいちょっと影響ありますね。クリアとかが飛んでるような感じがこの辺ありますよね。色味が違うもんね。この辺をタッチアップペンで触んない方がいいケースもあるんだよね、正直。で今回はちょっと触っちゃいましょうか。はい、そしたら色を入れていきたいんですが、購入したのがタッチアップペン2種類ですね。一つはスバル用 37J という多点ホワイトですね。パールです。これが今回の車両の色なんですが、もう一つはベースのホワイトですね。色が入らないと思うので、黒くなっているところを最初白く塗ってからパールを塗っていくみたいな感じになります。タッチアップペンっていうのは筆になっているので濡れすぎちゃうんですよ。それを軽減させるために、これがダイソーで買ったリペアスティックっていう化粧を直す道具なんですが、爪楊枝じゃないけどこういったものですね。で先っぽがケバケバになっているので、これを取ったものをここに用意してあります。でこれに塗料をつけてちょんちょんちょんと塗っていく形でやっていこうかな。はい、そしたらこことここですね。本当はねペーパーがけをして綺麗にやっていきたいんですが、ペーパーがけっていうのはかなり難易度が高くなってくるのかなと思うので、今回はもう脱脂をしてタッチアップペンでどこまで綺麗になるのかっていうところをやっていきます。でまずはこの黒い部分ですね。これそのままパール入れても透けちゃうし、透けなくなるまで色を入れていくとかなり分厚くなっていくので、一旦白くします。ちょっとずつ塗っていきますよ。タッチアップペンいいところは厚く塗れちゃうので、縦的な要素としても使えるっていうのが、いいところかな。けどね難しいんですよ。どんどんちょっとずつ白くしていきます。で重要なのは焦らないこと。いきなりババって塗るんではなく、こうちょっとずつ色を入れていきます。で塗料も取りすぎないように注意します。これちょっと取りすぎなんですよね。これをこの細い向こうでなんとか頑張っていく。である程度塗ったらストップですね。っていうのも乾き始めてるところにこうちょんちょんやってるとあまり良くない、ボコボコになっちゃったりするので、ここで一旦ストップぐらいで、その間に上側塗っていきます。一旦ストップしておこう。はい、そしたら乾きました。で乾くとへこみます、軽くね。最初塗ってった時ちょっとぷっくらしてるなっていう感じがあってもへこむので、しっかり乾かしながら何回も調整しながらやっていきます。まだ少し黒っぽいのでもう少し色を入れていきます。これをね繰り返していくんですよ。うまくいくかわかんないけど。はい、そしたらいい感じに色が入りました。白くなりましたね。まだなんか変だよね。やっぱ違う白だし、なんか逆に目立ってるなっていう感じするんですが、こちらサテンホワイトというカラーなので、そちらを塗っていきます。大丈夫なんかね、このままいって思うじゃないですか。僕もわからないです。大丈夫か大丈夫じゃないか判断するのはダイヤさんですね。いやだけどまだ結構こんもりしてるので厚めに塗りたいな。まだちょっとばかし厚めに塗りたいので、この毛のついてるやつで塗ってっちゃおうかな。毛が入り込む可能性もあります。まだいいよって今ね動画を見ながら思ってる人いると思います。いきましょう。バリが邪魔。ここはね最後ペーパーかけたいなとは思ってる。かけないっつっといてね、ペーパーかけたいなと思ってます。いやー磨けばなんとかなるっしょ最後って勝手に思ってます。なのでまだちょっと段差があるから、もうちょっと重ね塗りをしていきたいっていう感じですかね。はい、そしたらこっちも何回も塗って塗りたくりました。で今まだボコボコな状態です。
最後これをペーパーがけ結局するんかいって話なんですが、表面を整えてあげて、でコンパウンドで磨いてどうなるのかっていうところですね。今この現状はちょっと見た目よろしくないとは思うんですが、これがどこまで綺麗になるのかっていうのを皆さんには見届けてもらいたいなと。どれぐらいの確率で成功しますかね。成功とは何ぞやっていうところなんですが、人それぞれ成功のレベルが違うと思うので、人によってはねこれも成功系かもしれないですしね。これ今近くから見てるから変なんですが、遠目から見ればねそんな言うほど変じゃないですよ。ほら、いや変かまあ最初よりかはいいんじゃないっていう感じしないですか。遠目だと本当わかんないですよ。ここまで来たらもうわかんないですよね。単純に視力が追いついていないだけかもしれませんが、まあちょっと一旦乾くのを待ちましょう。はい、そしたら塗ったり乾かしたりペーパーをかけたりしてここまで来ました。で諦めようかなと思っております。で諦めるっていうのはこの補修を諦めるわけではなく、タッチペンで何とかしようとするのを諦めようかなといった感じですね。理由としてはタッチペンで自分の満足いくレベルに仕上げるのは正直難しいなといった判断ですね。やっぱ缶スプレーとか使った方が全然楽、使える人だったらね楽ですね。スプレーするのはしんどいですよっていう人向けに撮影をしたんですが、途中段階のね塗って終了のところで OK っていう方はあれでいいと思います。でそれ以上に仕上げたいな、綺麗に整えたいなっていうのはタッチペンだとしんどい。理由としては缶スプレーとかと違ってこの塗料を薄く塗ることが難しい。まずね、で厚くなったりちょっとボコボコしたりすると、それをやっぱ整えるには研ぐしかないんですよね。ペーパーかける、それがねやっぱ薄く塗れない分最後うまく仕上げられないんですよ。それと、今回この車がパールということで、パールを手塗りするとパールがねまばらっていうのかな、結構いろんなとこにね寄ってっちゃうんですよね。で見栄えがねあんま良くないっていうこともあり、僕の納得いくレベルには仕上げられないので、からはちょっとスプレーですね。でできるだけ DIY 寄りで自分の納得のいくレベルに仕上げていきたいなと思います。はいといった感じで動画の方以上になります。はい、ちょっと中途半端になってしまったんですが、長くなりそうなので2部にしようかなと思っております。今回タッチアップペンを使ってどうにか補修できないかと。目的としては DIY でより簡単にどこまで綺麗にできるのかっていうところを目指していたんですが、最終的に僕が納得できるレベルに達しなかった。もともとやるまではある程度いけるんじゃないのかなと思ってやってたんですよ。けど僕の技量が足りなかったのかきついなといった感じです。けどどこまでを求めるかっていうのは人それぞれだと思うので、単純に失敗っていうわけではないんですが、僕はちょっと納得できなかったといった感じですね。なので途中のね一旦磨いて、その後に錆防止としてタッチアップペンを使ったぐらいまでだったらありなのかな。さらにねちょっと綺麗になんとかしようと思って頑張ってたんですが、やっぱしんどいと。で理由としてはやっぱりタッチアップペンだと塗料の厚みっていうのが結構ね厚くなっちゃうんですよ。薄く塗れない。で薄く塗れないっていうことは均等にも塗れないし、ボコボコした感じになるんですよね。そうなるとやっぱ研いで整えるしかない。で研いだ時に周りの塗装もちょっと気使いながら研がないといけない。やっぱ研ぎすぎてそこの塗料が飛ぶってなるとまた色を入れないといけないっていうことになってくるんですよ。そうなるとタッチアップペンでまた色を入れる、ボコボコになるの繰り返しで、これ以上ねうまくいきそうにないなという判断です。缶スプレーとかを使えばパテとかで一旦整える、そこから塗装をする、その塗装がもうすごい薄く均等に塗れるので、その後整える必要がないんですよ。だからうまくいくんですが、タッチアップペンだとやっぱしんどいかなっていう感じですね。なんならその缶スプレーを使った方が楽そうな感じがしました。なので次回ですね、その中でもより簡単なものを選んで購入してきました。ソフト99のエアタッチですね。これ前ホルツのやつで似たようなやつ使ったんですが、それと同じようなもの、光効果パテっていうのも買ったので、この辺で今回のその傷を埋めて整えて塗装していくっていう形を取ろうかなと思います。ちょっとやってみないとわからないと
いうことで。まあ、逆にね、板金屋さんとかが、こういったタッチアップペン、この辺だけを使って、どこまで綺麗になるのかっていうのは、なんか正直見てみたいなとは思っています。YouTube をやってる板金屋さんね、ぜひ、ちょっと参考動画をね、撮っていただきたいなと。ピットワンさんとかね、良さそうだよね。面識ないんですが、ピットワンさんに届けばいいなと思っております。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週